2023年新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー後、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。ラゲッジネットが届きましたので開封します。一応部品番号を確認しておきます。伸びる素材でできていて、端にはバンジーとホックがついています。決してお安くない製品ですが、狭いラゲッジを活用するには必要だと思います。添付品はこの後説明する細かな部品類とネットの取り付け方が記載された簡単な説明書が1枚です。そしてこれは販売店にお願いして手に入れた施工要領図で文書番号90です。中には部品詳細と必要工具、工程順のイラストが記載されています。これがあれば素人でも簡単に施工できます。部品と工具の紹介。部品を紹介します。まずアンカーが4つ、アンカー取り付けビスが4本とカラーが4個、ホック受けのリベットが2個とターンナットが4個、ユニクロワッシャーが4枚と黒ワッシャーが4枚です。記載された必要工具は定規、ドライバー、ドリル切り先3種、それと印を出すためのピン、マスキングテープとリムーバーセット、それと電動ドリルです。このホック受けのリベットですが、サイドライニングに 6mm の穴を開けて取り付けます。お試しにプラ板に差し込んでみます。簡単に入りますが、ピンを押し込むと中の足が開いて抜けなくなります。このように押し込むと中の足が開きます。注意点は内側からピンを押し戻さないと抜けないことです。外すときはサイドライニングを剥がなくてはなりません。一方これはターンナット用 8mm の穴です。ターン部分の先端には R がついていて、ビスを差し込むと90度回転するようにできています。こんな感じです。よくできていますね。使うときは 8mm 穴にぴったり入るようにできています。注意点ですが、このナットはサイドライニングではなく、その下の受け鉄板に開いた穴に取り付けます。受け鉄板にはクリップ用の穴も開いているので、穴を間違うと取れなくなるのです。説明書をよく見て位置を確認して施工します。仮説証明も準備しておきます。リアサイドガーニッシュの取り外し。サイドガーニッシュには前後に詰め、中ほどに2箇所クリップがあるので、手やリムーバーを駆使して外します。初めて外すときは硬いので勇気が必要ですが、爪からクリップの順に行います。
外れました。爪とクリップはこのようになっています。サイドライニングにはサイドガーニッシュが乗っている形なので、これで手順1の終了です。サイドライニング取り外し準備。次にカーゴスライドボードを外します。続いてフロアリットも外します。後部シートを倒して前いっぱいに移動します。シートを前に移動しました。リアパネルライニングもサイドガーニッシュと同様に左右に詰め、中ほどにクリップが2箇所あります。一旦工具ボックスを避けて爪とクリップを外します。ゴムウェザーストリップを避けます。順次爪とクリップを外します。やはりここも初めて外しますから硬いです。外れました。爪とクリップの状況です。サイドライニングを外すためにゴムウェザーストリップを引っ張ってめくります。上部に爪が5箇所、手前にクリップが3箇所、中央にクリップが1箇所あるので順に外します。こちら側の爪も外します。下のクリップを外します。一緒に中央のクリップも外れました。これでクリップはすべて外れたので、残った上部中央の爪を外します。これで全て外れました。作業はこの状態で可能なので、パネルを完全に取り外さず続行します。パネルの裏には穴開け箇所に丸十字の印があります。印は3箇所の他にはありませんので、間違えようがありません。裏から印の中心にピンを打ち抜きます。簡単ではないですが、穴は開きます。ぐりぐりと貫通させてドリル用の印を作ります。この作業を3箇所繰り返します。丸に十字の印なので目標は定めやすいです。このようになりました。3ミリの切り先で3箇所に穴を開けます。3ミリから始めるよう指示があるのは破損を防ぐ目的もあるのでしょうか。切り先を6ミリに変えます。
切り先を 8mm に変えて上の2箇所にだけ穴を開けます。これで上2箇所 8mm、下1箇所 6mm の穴が開きました。ターンナットの取り付け。ターンナットを内鉄板のデフォルトで開いている穴に差し込みます。すぐ近くにクリップ用の穴があるのでよく見て差し込みます。すごく精巧にできていて、この通り行えばネジはピタリと合います。ボルトを差し込んでターンナットを回転させておきます。ナットを回転させて手前に引き寄せたらビスを抜いてワッシャーを貼り付けます。下です。ワッシャーにマスキングテープをつけてターンナット全面に貼り付けます。位置ずれ防止のためにビスを通しながら貼り付けます。これで良いでしょう。下です。終わりました。このように取り付けます。8mm の穴はカラースペーサーより大きいのでカラーは中に通ります。ホック受けのリベットです。この 6mm 穴に差し込みます。差し込んでピンを押し込みます。硬くて手ではできないのでドライバーのグリップで押し込みます。終わりました。こんな感じです。サイドライニングの普及。サイドライニングを戻していきます。ゴムウェザーストリップを戻します。ビスに黒ワッシャーをつけてアンカーに通し、その下にカラースペーサーをつけた状態で穴に差し込みます。カラーは 8mm 穴の中に入ってスペーサーの役割を果たします。
ナットの位置とぴったり合っているので、ただ締め付けるだけです。スペーサーの分だけビスが長いので、しばらく回さなければなりません。閉まりました。2段目も同じことを繰り返します。できました。サイドガーニッシュの普及。ここははめ込むだけなので簡単です。このクリップのついている方が外側です。できました。リアパネルライニングの普及。左側も施工したらリアパネルライニングを戻します。これも向きを間違えないように差し込むだけです。ウェザーストリップを戻します。センターは頭を先に合わせてから差し込んだ方がうまくいきそうです。終わりました。フロアリットとスライドボードの普及。一旦取り外したものを戻していきます。ラゲッジネットの取り付け。ネットを取り付けます。ネットの裏表を間違えないように確認します。ネットのバンジーをアンカーに取り付けます。一番下はホックになっています。隙間があってそこに引っ掛けるだけなので簡単です。できました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。